こんにちは、音沢です。今回のテーマはダイアトニックコードの選択肢です。同じディグリーでもコードの選択肢はたくさんあります。今回は表現したい質感を作り出すのに役立ちそうな大まかな分類について話します。テンションなどの細かい部分やコード進行のパターンについては過去の動画で話しています。一つ目はセブンスがあるかないかという分類です。3和音は堂々とした感じや純粋さを表現するのに向いています。セブンスコードやテンションコードははっきりとしない響きでおしゃれです。ここでセブンスに注目してみます。メジャーセブンスのルートをオクターブ上げると、ルートとセブンスは半音の関係になっています。また C メジャーセブンスの下3つは C メジャーコード、上3つは E マイナーコードになっていて、メジャーコードをマイナーの暗さで中和したような響きです。このようにセブンスは響きに与える影響が大きいです。セブンスの響きは欲しくないけど、3和音とは違う響きが欲しいという場合には、3和音にナインスなどを加えたコードを選ぶという選択肢もあります。セブンスがないコードとしてこんなコードもあります。これはナインスとシックスだけを載せたものです。独特なもったり感があります。またドミナントにおいてもセブンスの役割は大きいです。ドミナントセブンスの緊張感が欲しくないときは、メジャーシックスなどを使うという選択肢もあります。一方でセブンスはテンションをなじませるために使うこともできます。マイナーコードにナインスを追加するとシリアスになりますが、ナインスが目立ちます。ここでセブンスを入れるとナインスが馴染みます。ドミナントでオルタードテンションを使う場合も同じようなことが言えると思います。次に行きます。2つ目はサードがあるかないかという分類です。サードはメジャー、マイナーを決定づける音です。サードを持つコードは明暗をはっきりさせたいときに向いています。サードがないコードは明暗が分かりにくいです。神秘的な雰囲気や無機質な雰囲気にも向いています。テンションコードのサードを抜いて空気感を出すというアイデアもあります。これは G/C と表すこともできます。サードがないコードの使い道としては、含みのある終わり方にしたいときに便利です。また過去の動画でも紹介しましたが、サードとイレブンスの組み合わせを避けるために、サードの方を抜くというアイデアがあります。これは SAS4 の一種と捉えることもできます。一方でパワーコードやサスペンデッドコードは前のコードの影響を受けやすいです。例えばこの進行は C メジャーキーでも C マイナーキーでも作れます。この進行が C メジャーキーの進行の後に置かれた場合と C マイナーキーの進行の後に置かれた場合では微妙に違うように聞こえると思います。
逆に言うと、キーのキャラクターを出したい場合は、サードを持つコードを中心に使った方が良いと思います。分類については以上です。最後に展開系の使い道について少し話します。このような最低音が跳躍する進行を展開系を使って2度もしくは1度で進行させると動きが穏やかになります。次に例えば671のようにダイアトニックコードが上り下りする進行は機械的に聞こえる場合があります。最低音が同じ別のコードの展開系を使うことで表情をつけることができます。動画は以上です。大まかな方向性を決めるのに役立てば嬉しいです。質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。